どうもお疲れ様です。ヒデチューブです。当チャンネルの人気コンテンツに青島シリーズっていうのがありまして、どれも1万再生を超えるなかなかヒットしたシリーズなんですけれども、ぶっちゃけ青島さんのおかげでこのチャンネルは収益ができたと言っても過言ではないぐらいに、なぜか青島のプラモデルは再生数が伸びるんですよね。いやもう本当にね、青島さんには足を向けて寝られませんわ。これからもお布施していきますんでよろしくお願いします。ということで買ってきました。こちら、青島のイングラムです。いやもうね、パッケージがすげえかっこいい。これだけで優勝ですね。軽くキット紹介の方に行きます。発売は2021年の10月で、定価は税込み7700円となっております。7700円か。お金ないよ。いや、皆さんね、お前収益化してんだからプラモ買うぐらいの金は YouTube からもらってんだろうって思われるかもしれないですけれども、私みたいな底辺 YouTuber は本当ね、スズメの涙みたいな収益ですよ。将来の夢は YouTuber とか言ってるガキンチョどもにね、教えてやりたいですよ。サラリーマンやってる方が絶対楽。いや、まあ私もサラリーマンなんですけれども、正直ね、動画作ってるよりも残業した方が稼げますよ。まあでもいいんです。楽しいから。このまま続けてれば登録者も増えて稼げるチャンネルになるかもしれないですしね。それでは開封してみましょう。おお、パッと見のボリュームがすごいですね。このキット箱もかなりでかくて重量もあるんで中身もギチギチ。あ、ノアちゃんだ。ランナーは白と黒ばっかりだけど、まあ、カラーリングがそもそもそんな感じなんで当たり前か。あ、これメッキ部品ですか。部品一つ一つが結構大きい感じがしますね。あ、クリアパーツ色ついてますね。これは内部フレームかな。そうですね、そんな感じですね。あ、色付きのクリアパーツが出てきました。親切、あとデカール。あれ、デカールとシール2種類入ってますね。へえ、なるほど。選択式なのか。好きな方を使えってことですね。あと説明書が、表紙はカラーですね。おしゃれ。背表紙がおしゃれ。ああ、塗装見本はカラーで、ああ、説明書本体は白黒ですね。はい、こんな感じです。ランナー確認していきましょう。はい、ランナーが16枚にポリキャップが1枚、選択式のデカールとシールが入っています。ランナーの枚数だけ見るとすごい多いように見えるんですけれども、クリアパーツだとかメッキパーツは1枚のランナーに部品が1個とかそういうランナーもありますんで、実質的にメインのランナーは8枚かな。今回ランナータグが非常に優秀でして、ランナーの外側に部品のタグがついてて、パッと見で見分けがつくようになってます。これ素晴らしいですね。ランナー一通り見てみての感想なんですけれども、まああくまで組む前の感想ですけど、これ多分すごくいいキットだと思います。なんというか部品構成に隙がないような感じですね。まあ作ってみてどうなるかわからないんで作っていきましょう。説明書の指示によると胴体からの組み立てになってますんで、ここから組んでいきましょう。ノアちゃんは接着推奨になってますね。固定用のダボがないんですね、これきっと。このキットスケールが43分の1っていうプラモデルだとあんまり見かけないサイズになってるんですけれども、これどうやらミニカーでの標準スケールらしくて、まあ、ミニカーと一緒に並べて臨場感を味わうっていうようなコンセプトで作られてるんじゃないかなと思います。
バンダイのマスターグレードが確か35分の1で、あれはミリタリーモデルと一緒に並べれるスケールになってたと思います。モデロイドは60分の1でしたね。こんだけいろんなスケールで出てると好きなサイズを選べていいですね。青島だから作り心地をちょっと警戒してたんですけれども、今のところ普通ですね。サクサク作れます。不愉快なところもなく、特に問題は感じません。よいしょ。スナップフィットも特に硬いとかそういうことはないですね。ちょうどいい組み心地だと思います。あ、動いた。すげえ。このギミック何気に嬉しいですね。胴体上部の白い外装がワンパーツで抜かれてまして、合わせ目が出ない構造になってます。青島さん、大きいパーツ一発で抜くの結構好きですよね。そんなイメージがあります。そうこうしてるうちに胴体が完成しました。合わせ目が出ない。すごいですよこれ。よくできてる。ギミックも満載ですしね。コックピットの開閉がもちろんありますし、中に見えますかね、ノアちゃんが乗ってます。接着しなければ一応取り出すことも可能です。ここのギミック動かすのにちょっと癖があるんで戻しにくいですけど、パチッとはまりまして、ここ背中取って、ここのねシャッターが別パーツになってて抜けるんですよ。でレバーを上げると中から出てくる。めっちゃ嬉しいですねこのギミック。これ戻せば固定できて、コックピットが上にせり出した状態で固定することができます。いいですね。首はボールジョイントで、胴体の接続もボールジョイントです。肩はボールジョイントで、これ前にせり出させることができます。これでリボルバーを構えるポーズが決まるようになってるんじゃないですかね。いや、すごいっすよ。全体的に出来がかなりいいと思います。作ってて楽しかったですしね。続いて頭部ができました。イングラムの顔してますね。いい感じです。合わせ目もほぼほぼない。後頭部のここの部分にちょっとありますけれども、これモールドと言われればモールドに見えなくもないんで、何とも言えないとこですね。すげえ出来いいじゃん。どうしちゃったの青島さん。マスクは取り替えることでバイザー付きにも変えることができます。続いて腕が完成です。レイバー永遠の課題。関節部分はプラスチック製にシワのモールドが入ったものになっております。警棒は縦から取り出せます。伸びた状態の警棒ももちろんあります。クリアパーツがちゃんと色付きで親切ですね。しかもこの赤いクリアパーツ、アンダーゲートでね、ゲート跡が表に見えないんですよ。素晴らしい。肩アーマーはこういう接続になってまして、ちょっと肩との接続のこの部品が細いのが不安ではありますけれども、今のところ折れたりはしていません。妙に凝った接続になってますね。で肩、ここにも角があります。可動はね結構硬めです。全体的に青島にしては珍しく硬めです。ここはボールジョイントの接続になってます。肘は二重関節になってまして、かなり曲げることができます。ちなみに上腕部の白い部品はかなりポロリするんで接着しちゃった方がいいと思います。よいしょ。またもうポロリしてる。もう後で接着しよう。はい、こんな感じでかなり動きます。
すごいですね。凝った作りしてます。手首もここに軸があります。ここの軸ね、すごい接続緩いんで、かなりポロリします。手首を外すときは毎回取れるっていう。ここもうちょっと強くしてほしかったですね。部品の差し替えで手首のところが伸びた状態の再現も可能です。はい、これでリボルバーを取る時の状態が再現できます。足を作ってる時に気づいたんですけれども、これ見えますかね。関節部分のシワが入ってるとこなんですけど、合わせ面がね、まっすぐじゃないんですよ。見えますかね、ここ。これ多分まっすぐな合わせ面にしちゃうとラインが目立っちゃうんで、シワに合わせてちょっと変わった形の断面にわざとしてるんじゃないですかね。ちょっと合わせてみましょう、部品を。よいしょ。確かにまっすぐな合わせ目よりかは合わせ目が目立ちにくい感じはしますね。これ狙って設計してるんだろうな。すごいな。めちゃくちゃ気使ってますね。はい、足が完成しました。なんというかシュッとしてますね。股の接続はボールジョイントで、ここにロール軸がありまして、膝関節は二重関節でここまで曲がります。バッチリですね。あとはここのアーマーはボールジョイントで稼働します。つま先も稼働しまして、足首の接続はボールジョイントでくっついてます。ここも二重関節になってて、こっち方向への稼働も確保されてます。よく動きますね。よく動くし、関節周りもしっかりしてます。あとここ武器がスライドします。これめっちゃ嬉しい。よいしょ。これ何回でもやっちゃいますね。楽しい。腰部分を作ってるんですけれども、足との接続部品が結構細めで、一応ここに補強は入ってるんですけども、パッと見はちょっと強度的に大丈夫なのかなと不安になってしまいますね。折らないようにちょっと気をつけて組んでいきますか。もうちょっと太くてもよかったんじゃないかな、ここは。腰も作りまして、全部品完成しましたんで、組み立てていきましょう。はい、完成しました。青島の43分の1イングラムです。先に結論から言います。最高です。これ絶対に買った方がいいです。スタイルは見ての通り、シュッとしてかっこいいイングラムっていう感じ、そのまんまです。個人的な感想ですけれど、作っててすごい楽しかったです。もう全然不満はないです。ギミックが入ってるところは若干組むのにちょっとコツがいるっていうところもありましたけれども、いつもの青島みたいにですねこんなん組めねえよっていうことは全然なくて、すごい設計が優秀だと思います。構造的な話で言っても、稼働は見てもらった通り非常に優秀ですし、合わせ目もほとんど見えないです。あとですね、ゲート跡が目立ちそうな黒い部品の側面とかはアンダーゲートになってて、組み立てるだけでゲート跡もね、ほとんど見えない、すげえ親切設計です。で、あと関節部分のシワの合わせ目に関しても変な形状になってて、合わせ目が目立たないように工夫がしてあったりだとかして、なんていうかすごい気の利いたキットだなっていう感想ですね。じゃあ逆に悪いところはどこなんだって話なんですけれども、値段かな。税込み7700円。
まあ最近の大ボリュームのプラモデルってこれぐらいの値段はするよなとは思いつつも、やっぱりね、こう奥さんにはちょっとこうと言われる覚悟が必要かもしれませんね。といったところで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画も青島です。その次の動画は長谷川です。もう私ね、バンダイがなくても全然生きていけるんで、バンダイ以外でしばらく攻めていこうと思っています。それでは今後ともよろしくお願いします。さようなら。